こんにちは、月島です。今回はイコライザーの使い方動画で登場したニーブのヴィンテージイコライザーをシミュレートしたプラグイン Waves VEQ をレビューしていきたいと思います。目次です。VEQ ニーブとは VEQ3 の使い方、VEQ3 を音源にかけてみる、VEQ4 の使い方、VEQ4 を音源にかけてみる、最後にまとめと次回予告です。それでは2種類ある VEQ の概要から見ていきたいと思います。ニーブは1961年にルパート・ニーブ氏によって設立された音響機器メーカーです。また、ルパート・ニーブ氏はフォーカスライトやルパート・ニーブデザインという会社にも携わり、たくさんの製品が販売されています。Waves でプラグイン化されている V シリーズには2種類のイコライザーがあります。VEQ3 は1073、1066、VEQ4 は1081というイコライザーをモデリングしたプラグインです。両方のプラグインを比較してみると VEQ3 の方がつまみが少ないです。内部的にも VEQ3 は低ノイズのクラス A プリアンプ、VEQ4 は高効率のクラス AB プリアンプをモデリングしていて、キャラクターが多少異なります。いろいろと違いはありますが、シンプルに音作りしたいときは VEQ3、もう少し追い込んで音作りしたいときは VEQ4 を選ぶと良いのではないでしょうか。次は VEQ3 の使い方を見ていきたいと思います。つまみの一番左はハイパスフィルターです。いわゆるローカットフィルターとも言われます。操作できる周波数は決まっていますので、カットオフポイントを選択すれば設定完了です。マニュアルには -18dB オクターブとありますので、ファブフィルターの ProQ3 で表示するとこんな感じのカーブになっています。ローフィルターは表示されている周波数から下をブーストカットします。シェルビングタイプです。グラフで表示するとこのような感じで動きます。ミッドフィルターはベル・ピーキングタイプです。操作したい周波数に黒いつまみを合わせて白いつまみでゲインを操作します。Q 幅は固定されていて、数値的にどのような設定になっているかはわかりません。ハイフィルターは 10kHz か 12kHz かオフの3パターンから選択し、白いゲインつまみを操作します。シェルビングタイプのフィルターです。イコライザーの出力レベルをコントロールします。アナログボタンを押すことによって倍音の歪みとノイズ特性を付加することができます。キャラクターをあまりつけたくない場合はオフにしますが、その場合だとこのプラグインを使う意味があまりないような感じが私はします。EQ ボタンを消灯するとイコライザーが無効になります。ただ、プラグインのバイパスボタンとは違い EQ はキャンセルされますが、アナログのオンオフは生きています。イコライジングは必要ないけれど、アナログ感のみを付加したいときに使用します。位相を反転したいときに使用します。次は音源にかけて視聴してみたいと思います。キックドラムのトラックでキックドラムというプリセットを選択しました。ローフィルターとハイフィルターでゲインが 8.5 と 5.9 に設定されていて、大胆なセッティングだなと思いました。設定されたパラメータを REQ で再現してみました。Q 幅はよくわからないので REQ の初期設定のままです。
まずはイコライザーを通さないバイパスで音源を再生してみます。次に VEQ3 をオンにして再生します。比べてみると低音の効いたかっこよい音になっています。次は同じ感じにセッティングした REQ をかけて再生してみます。比べてみると VEQ3 の方が前に迫ってくるような締まったサウンドになっています。次は VEQ4 の使い方を見ていきたいと思います。VEQ4 の操作方法は基本的に VEQ3 と同じで設定できる項目が増えた感じです。違いがある部分をピックアップして見ていきたいと思います。ハイパスフィルター、黒いつまみとローパス、白いつまみがあります。操作方法は VEQ3 と同じです。つまみの下部にある EQ、フェイズボタンも同じ機能です。ローフィルターの設定数値は VEQ3 と若干違いますが、同じローシェルフです。その下にボタンがあります。押すことによってベル、ピーキングに変更ができます。Q 幅は不明です。ローミッドフィルターは周波数を選択して白いゲインつまみでブーストカットします。また下にあるハイ Q ボタンを押すことによりベルカーブをより急勾配にすることができます。数値は不明です。ローミッドフィルターと同じ操作方法です。ハイシェルフです。下にあるボタンを押すとベルタイプに変更可能です。イコライザーの出力レベルをコントロールします。その下はアナログのオンオフボタンです。次は音源にかけて視聴してみたいと思います。今回はベーストラックにかけてみたいと思います。ベース用のプリセットを選ぶとこのようなセッティングになりました。REQ で再現するとこのようなグラフになります。ほとんどが 6dB を超える設定になっています。Q 幅は REQ の初期設定のままです。まずはイコライザーを通さないバイパスで音源を再生します。次に VEQ4 をオンにして再生します。次は同じ感じにセッティングした REQ で再生してみます。同じようにセッティングしましたが、やはり VEQ4 の音の方が私は好みです。次はキックドラムとベースを合わせて再生してみます。まずはバイパスです。次は VEQ をオンにして再生します。次は比較として REQ を使用した場合も再生してみます。いかがだったでしょうか。ベースやキックドラム以外のプリセットも割と大胆なセッティングが多いです。見ていてとても楽しく勉強になります。次はまとめと次回予告です。
設定して操作できる周波数帯はざっくりしていますが、逆にそれがヴィンテージイコライザーのいいところだと思います。アナログ感やキャラクターを付加できるプラグインですので、私もよく使用しています。またこの V シリーズにはバスコンプレッサーもあります。バストラック用のコンプレッサーリミッターです。今後コンプレッサーの使い方シリーズも企画していますので、その時に機会があればレビューしたいと思います。次回もイコライザープラグインのレビューです。レビューするのは Waves の API シリーズの API550 と API560 です。グラフィックイコライザーとパラメトリックイコライザーになります。これらも V シリーズと同じアナログ系のプラグインです。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。